こんにちは。こんにちは。盆栽祭り直前ということで、今回ですね、ちょっと在庫一掃セールをやりますので、その辺のラインナップを紹介したいなと思います。一番売りたいのはこれですということで、この間フェスの時にも売ったんですけど、心拍の素材がいっぱい入ってます。で、大体もう3分の2ぐらいは全部売れたんですけど、3分の1が残ってますので、その辺をちょっと安くして売りたいなと思ってます。またこういうようなちょっと曲がった心拍だとか素材系のものを、今までずっと定価つけて売ってたんですけど、その辺も安くして売ろうかなと思ってますので、ぜひ早い者勝ちですのでお越しいただければと思います。全体でいうとこの辺は20鉢とか以上あるかなと思いますし、この辺もそうだな、100以上全然あるからと思います。あそこの屋根の上にもいっぱいあります。あの辺もちょっと全部下に下ろせないので、小出しにはなるかなと思いますけど、ありますので、素材を買いに盆栽祭りにお越しいただければと思います。今日はですね、ぜひこれを僕は売りたいということで、針金掛けをしてちょっとちっちゃく作っていってですね、この先こういう素材どうしたらいいのっていう動画にできたらなというふうに思っておりますので、頑張ってやっていきたいと思います。お願いします。制限時間1時間1時間でということでお願いします。頑張ります。入館しました。ちょっとみんなやってるんですけどおすすめありますか？全部棚でいくらですかね、これ。本当に棚買いする。そんな感じ。こういう黒松親狩りとかね、あ、いいですね。作ったらいいしとか、この辺の心拍とかも。ああ、いいですね。知ってですか。いいですね。これ針金かけたらいい素材になると思うし、ちっちゃく作ればね、商品の棚とかに入る。もともと商品の棚に入ってたやつなんで、使えると思うんですけど、なんか1位とか1位とかね、いいですね。これいい図書どうですか？山味が味があって、これはすごい。10センチぐらいになるんですよ、これ。これだもんですね。やばいよ。とかやばいよ。結構探して見るといいのがあると思うんで、ぜひぜひ見ようとしております。よろしくお願いします。これはお祭りに？お祭り用です。お祭りまでは置いときます。置いときます。わかりました。で、生徒さんに買われないように気をつけましょう。じゃあ早速心拍作っていきたいと思います。まずですね、このプラスチックの鉢の時はですね、この縁をちょっと切ってしまいましょう。その方が針金掛けとか全体の構想を練るのにやりやすくなりますので、この素材ですね、意外と深植えになってまして、掘ると意外と足元が長いみたいなパターンがあるんですよ。なのでちょっとその辺どうなるかなっていうのが気になっているところであります。若干ちょっとですね、ほじって見てみましょこちらお値段は言えるんですか？ですね、定価ですといいやつだと1000円から8000円ぐらいの間までで全部揃えてるんですけど、お祭りですと何点セットでお値引きみたいな感じでやろうかなと思ってるので、2点セットかな、2本で何本いくら引きますとか、そういう感じでやろうかなと思ってます。数が増えると割引が上がってくるみたいな、そうしようかなと思います。じゃあいっぱい欲しい人はね、そういう感じでどんどんうちもさばいていかないといけない。メンバーシップを見た人しか分かんないようになってると思う。ちょっとこんな感じで足元を若干出してあげました。意外と足元にも曲が入ってましたね。ここからちょっと下げたんですけど、こういう素材を見て何を考えるかっていうと、なるべくやっぱちっちゃくしたい。ちっちゃくして。この素材を見た時に受ける印象としては、
じゃあまあ単純に太いか細いかで言ったらどっちですか？細いです。細いですよね、細さを生かしていかないといけないですね、そうすると文人にしていきたいんですけど、ただまるっきりそのなんでしょう、文人にするっていうパターンと、あとはそれでもなるべく高さを抑えたいっていうパターン、両方やり方あるんですよ、このどんどん伸ばして文人作りたいっていうパターンの時はこの辺の長いやつを使うと、でも使うのだったら1本でいいわけですで、もっとちっちゃくしたいんであればこの辺のちっちゃいやつ、こういう枝を使ってこういうちっちゃいやつにする。どっちでも作れる素材だと思いますんで、遊びがいはあるんじゃないかなと思います、でせっかくでしたら文人っぽく作ってあげようかなと思ってはいるんですけども、それだといつもやってることなので、であればちょっとちっちゃくする版をちょっとやってみようかなと思ってます、文人にしちゃちょっと曲強すぎないと思っちゃったけど、でもそこはね、味だから、例えばこれでこのシャリが入ってって、今後ね板幹になってくるとすごくいいその心拍のシャリゲーになると思いますよ。こういうのでもいいんだ、文人使う。いいです、いいです。やっぱり不規則なところがあったりとか、曲がるところは曲がっててとかってそういうところがある方が文人の味としては出てくるんですよ。特に心拍ですけどね、これがまあ他の赤松とかこういうようになると少しやりすぎ感が出てきてしまうかもしれないんですけど、これ今単純に全部水吸いになってるけどこれをシャリにしてあげれば、味は出てきますから。ということで、じゃあちっちゃくしていきます、ちっちゃくしていくにあたって短い枝をどんどん残していきたいわけですね、なので長い枝は、落としていってしまいましょう、今見ていただくとここに下の方から葉っぱがいくつかちょろちょろっと出てます、こういうのを使ってあげてやっていければいいかなというふうに思いますので、こういう下に生えてる長いやつもそのまま残しておきながら上に長く伸びてしまってるやつを落としていきます、例えばこの辺のやつですね、ビヨーっと長くなっちゃって先の方、ここが一番強いんですけど、どんどんこれからも伸びそうな場所をまずはこういうのを取っていきましょう。でその中でですね、少し短い枝があったりする場合があるんですね、こういうこういうところを残していってあげましょう。使うか使わないかはちょっとまだ分かりませんけども、一応オプションとして残しておけば、使わなかったら後から切ればいい話なので、であとはですね、こういうところもそうです。こう枝があって、この枝の途中からしっかりとした茶色い軸になってる枝、ここにありますけど、この枝とこの枝の関係でいうと、この枝って非常に先端からすると短くできてるわけですね。でしかも元から生えてるということで、建て替えをしてですね、ちっちゃくするには非常に重要な枝なんです、なのでこういうところで、先の長いのを取って短いのを残していくと非常に小さく作りやすくなりますので、またこういうところも後でこう剪定して詰めて短い枝にすればいいんですけど、そういう感じでだんだんちっちゃくしていくっていう意識でやって、枝を剪定してみてください。撮影は6日なんですけど、4月の、商品どのぐらいに入ってくるんですか？商品来週いっぱい入ると思いますので楽しみに。これはまだ買えないですよね。お祭りまで。そのままにしておきますので。まだショート動画かなんかで上がってるのかな。ちっちゃくなった方。この時は頭どれにしようかな、差し枝どれにしようかな。そうですね、差し枝に悩んでます今、ちょっといいところが出てくれてないんですよ。今これを使おうと思ってるんですけど、こんなに もちろん長くは使えませんけども、出方がですね、この幹がぐるーっとこう回ってきた中の内側が出ちゃってる。曲線の内側から。それが非常にちょっと美しくない状態なので使いたくはないんですけども、やっぱりメインとなる差し枝が今ない状況なんですね、なので使わざるを得ないかなとい
いうのが悩んでるところです。悩ましいところですが、逆にこっちの枝にやっちゃってもいいかもしれないですね。ちょっと印象としてはブリッジっぽくなるかもしれないですけど、これを使うとよりなんですよ、模様着っぽくはなるそうかな、ね。けど手が悪いし、模様着にしたらちょっと細いよねっていう感じだから、こっちにしてあげようかな。返すような木にしてあげよ幹は曲げないですか？う。幹曲げましょう。曲げますか？はい、でこの枝も切りますし、はい、この枝も同じように内側から生えちゃってるんですね、この枝も。なのでこの2本は切っていきましょう。はい、陣もいらない？いる？とりあえず一応残しましたけど、まあいらないっちゃいらないですね。まあそれも出が悪いから、まあ、初期作っておきましょう。はい、いつでも切れますんで。いやいいですね。剥きやすいですか？剥きやすいですね。4月にもなると。はい。これは冬場だとなかなかね、うまくいかないかなと思うんですけど、今の時期はもうギュッとすぐ剥けちゃいますね。で今残ったのがこの枝たちです。はい、この枝たちを使って枝を形成していきます。でその前にシャリを作ってみましょうか。シャリ入れて曲げるんですか？シャリ入れて曲げましょうか。はい、こういう場合はですね、いろんな考え方があります。この幹、将来を思って、この背中側に板幹を作っていきたいので、はい、それを作っていくためには、水水を2つにするんですね。丸太があって、こことここにシャリをつけるとするじゃないですか。こうやってこうなります。シャリができたらね。で今度は丸い幹だったものの、伸びるのはここの水水しか伸びないわけですね。だからだんだんこうやって太ってくるわけですよ。はい、そうするとだんだん平たい幹になってくるんですね。大体もうこれぐらいかなっていう時に片方をこの落としちゃうと。そうするとこう平たい板幹と言われる薄い幹になるんですね。なのでそれをやるためには最初の段階で水水を2本に分けてあげると非常に板幹が作りやすくなるということです。で今回ちょっと好条件といいますか、ここの切ったシャリのところ、内側から入ってます。この背中側に水水を残したいので、これをたどっていけばそのままいい具合に1本シャリが剥けるんじゃないかなと思ってます。でまたリスクの話をしますと、こっちから下に上げていって、もし今生きてる枝に入ってしまうとその枝を枯れてしまうことになるので、先に陣を作ったところから下に引っ張っていけば、その先に来るのはもう枯れた枝なので安全なので、ここをちょっと基準にとりあえず1本曲げて削っていこうかなと思います。はい、普通に引っ張って向いてる感じですか？引っ張って向いてます。そうすることによって木の動きと同じようにシャリを作ることができるので、断絶しないで不自然にならないようにシャリを作ることができます。はい、片側取りました。片側取りました。で、この時期ですね、非常に先ほど言った通り皮が剥けやすいです。なので2つ一気にやってしまうとバーンといきやすいんですね。なのでとりあえず今回はこれ1本にしときますけど、次にやる人は反対側をやってあげて、でまたそこから1年2年3年ってやるとどんどんこの横幅が広がっていきます。最後にここを削ってあげれば外側が板シャリにすることができますので、大きいシャリができると。はい、ちょっとぜひやってみてください。ということで、じゃあ次の作業いきます。で今度は幹を曲げていきましょう。今回ちょっとアルミ線を使おうかな。だからでも本当はここをかけたくないんだよね。幹にかけたくないんですよ。今商品として作ってるから。だから後で引こうかな。引こう。それで十分かもしれないね。そこだけですもんね、多分。じゃあこの枝をかけていきましょうかね。で枝かける時ですけど、この枝がありましたと。枝があります。はい。まず最初にこの元の方から生えてるこうちっちゃい葉っぱ
こういうのとか、あとこの枝と枝の付け根から出てるこういうような葉っぱ、はい、こういうのは取ってあげた方がいいですね、はい、その方が木も綺麗に見えますし、針金もかけやすくなります、でまたこう枝があって下に向いてるような葉っぱは僕はいつも取っちゃってます、使いようがないので取っちゃった方が仕事が早いですから、はいはい、風も通るし日も当たるとその方がそうですね、見栄えも育成もいいということです。であとは若干右左みたいな感じになるように葉っぱを間引いてあげて、最終的にはこういういくつかの玉ころを作るようなイメージでやってみてください、はい、でよくですね真上の枝どうするんですかって方いらっしゃるんですけど、真上はですね考え方次第です、針金をかけるんであれば全部きっちりピタッとかけたい人は取っちゃってもいいかもしれないんですけど、棚を作る時ってやっぱ上はこんもり作りたいんですね、はい、なので横にしていったやつを上にグッと重ねるとここの動きって結構不自然なんです、なので上から出たやつも残してあげて、ただこの辺はこの上に出てるやつは短いのが条件なんですけど、短くしてそのまま切らずに取っておくっていうのも一つ考え方としてはあるかなと思いますので、こういう感じじゃあ説明しようか。これまず下向きの葉っぱは切っていくと、でこうそれぞれの枝を透かしていきます。これ下向きだね。でこういうやつですね、真上から出てるやつ、こういうのは後々こう伸びてきたここを隠すような枝に使えるわけです、でこれをじゃあここを隠すために今はこうやって持ってくるとしますけど、ここは若干不自然にはなりますと、あとは労力がかかりますよね。これをこうやってやるだけの針金をかけなきゃいけないわけだから、であればこういうのはうまく使うっていうのが一個ありかなとは思ってます、ただこの枝がこんだけ長いようだったら使いにくい枝なんですね。このぐらいで収まる枝だったらいいんだけど、こんだけ長いと枝がもともとこんだけしか長さがないのにそれよりも長くなっちゃってると、棚の見た目はあんまり良くないので、短いことが条件ではあります、ちょっといらない葉っぱを取ってきますね。大盆栽祭りのショッパーっていうの、袋のデザインが決まったと。決まりました、こちらです。ポイントとしましては、ネームタグっていうかネームをつけました。自分の名前を入れれるってことね。繰り返し使える素材なので、どっかお買い物行く時とか、またうちの教室の生徒さんもですね、針金入れたりとか、道具入れたりとか盆栽入れるのに使いやすいかなと思って、例の心拍に猫が2匹いんだ。ちゃちゃっとふーちゃんがいます。送っといてください。なるほど。これを1万円以上当時円で買い物するとプレゼントで一応1000円でも売ってます。ということです。ぜひ盆栽祭りはみんなこれを持って楽しんでいただければなと思います。これは湯飲みはできた？湯飲みできました。当時円のロゴと心拍東証のヒノキ。心拍はいつもの旦那大事にしてた心拍ですけど、いろいろですね最初は考えました。最初の原点としましてはお魚屋さんの寿司屋さんの湯飲みをやっていこうっつって、魚編いっぱい漢字書いてあるじゃないですか、であれを木編にしたら面白いんじゃないって話になって、面白い木編でやってったんですけど、木編一文字の漢字の樹種を盆栽であんま使わないんですよ、使うのはもちろんありますよ。桃とか、柿とか桜とかってあるんですけど、これを埋められるだけなかったんですよ。そうなんだ。だからあるのは薪とか街路樹とかで使うようなやつはあるんだけど、盆栽っぽくないので使うみたいな話になっちゃって、であればじゃあ盆栽でよく使う心拍とか赤松黒松とかそういうのを入れていこうかっつって
こうなりました。なるほど。で逆にこうなると選抜メンバーが出てくるわけですよ。どれを残すべきか入れるべきかっていうことで非常にそれも悩みましたが、まあ、旦那が好きだったやつ入れてあげようかな。なるほどね。祭りとか祭りか。下とかそういう系、口なしとか、サルスベリとか入れてあげましたね。サルスベリってこうやって書くんですよ。百実行っていうんですかね。まあ、そういう感じで勉強にもなるような湯飲みかなと思いますので、ぜひお買い求めいただいて、はい、でまた人気だったら増産もしますので、海外の方体感店とか国風店の時とかお越しいただいたらぜひこれチェックして。体感店？いや大体来るじゃん。そうか。そう。あ、でも行こうかって話になってるね今年。っていう話。僕何するのっていう話。一緒に行こうよ。お土産品として、はい、選んでいただければなと思います。値段1500円。お値段1500円。はい。ぜひお願いします。はい。はい、で恥ずかしいに戻ります。はい。こんな感じかな。はい。はい。じゃあざっと恥ずかしできたので針金かけていきましょう。こんな感じです。ここがいいねこれね。ね。ここが。早速かけていきます、はい、枝同士をかけていきますので、まずは下枝の2つですね、はい、この枝とこの裏枝をかけていきます、はい、でアルミ線でかけますので、なんでアルミ線でやるかっていうのは単純に皆さん目線に立ってというか当線でやる人なかなかいないと思いますので、今非常に高騰してますしね。そうですね。アルミ線もまた今月値上がりしましたよ。はい、であとシャリとかジンに銅線だと色ついちゃうとか言いますよね。そうですね。黒くね養分が吸われちゃって銅の黒く残っちゃうんですよ。残っちゃうと。傷ないと取れないのかな。そうですね。でもね中まで意外と染み込んでます。あ、そう。お気をつけください。お気をつけください。のどぐろ炙り握り。はい。1本かけましたか。かけました。のどぐろ炙り握りですか。のどぐろ炙り握り。されたそうです。はい、その枝も結構高いところから出てるので。そうなんですよ。本当はもうちょっと離れた方が良かった。話したいですよね。そうですか。そうですね。じゃあ次こっちですね。はい。枝の太さが大体同じぐらいだからかけやすそうですね。かけやすいですね。非常に選びやすい枝だけを残してあげると、作業がスムーズにいきます。ちょっと今更ながらなんですけど、ちょっと出方が不自然だったんですよ。なので、ちょっとこの上の部分を天神としちゃいます。この下の枝を頭にしますね。この枝。頭。はい。はい、この枝同士ですね。これとこれ。そこ。はい。次はこの上をかけます。でかける相手がいないので、天神とかけてしまいますね。かけ終わったので、それから矯正で枝を曲げていってですね、ちょっとこちら側の枝は短くしてこちらに流すような感じで作っていきたいと思ってます。右の長い枝はどうするんですか。これをちっちゃくしていきます。
まあ畳んでいって、はい。でちょっと長すぎるやつはもう切っちゃっていいと思います。短くなった。で今度はこちらの枝っていう風に作っていきますね。なんだ細いやつでもなんかそれっぽくなりますね。長いところはちょっと詰めていって短いやつで残せば、それっぽく見えますよね。あと1分で1時間です。あれ商品紹介とかあったかな。なんか縮めなくても良さそうな気がしてきたね。できた。三角形がねできて、こっちにねこう流れてる感じで作れたかなと思います。ちょっと伸びてる枝とかもあるんで微調整しますけど、こんな感じかな。はい。縮めないですか？縮めてもねって感じですね。縮めた方がいいかもしれないですけどね。こうまあ流れ強くなるね。そう。でも逆枝がないからって感じかな。それしかないから高すぎるのかな、そう縮めちゃうと。そうね、それもあるんですよ。じゃあこれしとくか。で植え付けも多分こういう角度だと思うんで、立ち上がりからいいと。じゃあちょっとこれでやっていきましょう。はい、まずはどういう根っこの状態かわからないので、ポットから外して根っこをさばいてから鉢を決めたいと思います。はい、以前もこれ植え替えしましたけど、根っこがすごく下に太いのが張ってる木とそんな張ってない木で差がすごい激しかったので、ちょっと開けてみた状況で判断しようと思います。すみません、私がトイレ行ってる間にここまで進みました。はい。だいぶね切ったけどそんな太いのは切ってないです。じゃあもともとそんななかったんだ。太いのはなかった。太いのはなかった。入るかな。そうだね。だいぶちっちゃい鉢に入れることができそうです。じゃあ、はい。これにしましょう。はい。前回の動画植え替えの部分全部カット。なんか F1 の話とか始まったからさ。言えた？だからメンバーシップの方で熱い話は結構してるよ多分。東樹園の今後の話とかね。ぜひ皆さんメンバーシップ登録していただいて。できました。鉢掃除して、苔つけて完成します。たった1時間25分で1時間でできたね。まあ絶対に喋ってなければね。完成。盆栽になった感じですね。ありましたね。これで売り値だと、定価だったら3000円でつけてたやつだから、それにしたらねいい方だよね。セットでいくら3000円じゃ買えないねこれ多分ね。1万円ぐらいしちゃうねこれね。かもしれない。こういうことにも使える素材がいっぱいありますってことですね。これのポイントとしてはやっぱり長いところをどんどん落としてちっちゃく作っていけば作れますっていうことと、あとはなるべく曲がってるのを見つけた方がいいですよね。やっぱり実際もう太くなってしまうと曲がらないに近いっていうか、曲げられることは曲げられるんだけど、やっぱりそこまで極端な曲げは作りづらいというか、であれば最初から曲がってるやつを見つけてそういうやつを作っていく。で上の
葉っぱのところに関しては時間をかければいくらでも作っていくことができるのが心拍のいいところかなと思いますので、まずはこういう骨のところを見て、買っていただければ将来良くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひこの機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。こんなものが買える大盆栽祭りが5月3日4、5、2日が土曜日ですので、くれぐれも土曜日に来ないように、お間違いなく、設営でもうちょっとバタバタしちゃってるんで、であとね、車とか全然通れないと思います。2日は車でお越しいただく方、設営準備が始まって、両サイドに台が並んでしまいますので、来るんであれば3日によろしくお願いいたします。お願いします。あと2日、僕大宮駅でまたパフォーマンスやりますので。そうなの？はい。今年で3回目？いや、4回目？ 4回目？ 3回目？ 3回目じゃない？それが2日。2日。6時かな、大宮駅コンコース、豆の木横でやりますので、ぜひ応援にお越しください。お越しください。はい。この木はこの後の作業とかあるんですか？今度は、春から夏に向かってどんどん葉っぱが伸びてきます。でそうすると先ほどのような、ぐっと伸びるところが出てきます。例えばこういうところですね。こういうと調子を、つまんであげて目摘みをしてあげたりとか、あとは混みすぎてきたら今度はハスカシっていうのをやってあげると、非常にこの質を上げていくことができますので、この大きさできるだけこの大きさのまま維持するためにってことですね。10年20年ってこの大きさで作っていくと非常にいい木になっていくと思いますので、前回の木みたいになりますからやってみてください。ということで心拍の素材を曲げてみました。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ちょうどお客さん来たんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。打ち合わせといってらっしゃい。そう、私の蜂の写真見た？ストーリーであげた。なんだろう。新しい。カエル？カエル。新しいちょっとやり方でやったらさ。ウサギ？このさ、横の黄色のさ、やつが、これ塗ってんねこれ。で、面白い出方するの。ほら。本当だ。味が。よくない？時代が乗ってる感じがあります。そう。いいじゃんこれ。いいでしょ。でこれがこうなるんだと思ってこれを今作りました。またもう何個か。なんかにやけすぎてないというか新品さがなくなった。そう。めちゃくちゃね。いい久しぶりにいいの見つけたと思って。おまけでした。おまけで使う。高木さんハワイ行ってきたんだっけ？ハワイ帰り。お土産は？ポテトチップス。ありがとうございます。トリエンさんの弟子になるとハワイまで行けちゃうんだよね。お給料いっぱい払ってるんだよね、多分。すごいよ。そう見られちゃうよ。こんな物価高なのにね。いや、お土産、2万円ぐらい買ったんですか？それ以外何もするない。